皆さん、おはこんにちは、こんばんは、りこです。本日もご視聴ありがとうございます。今日はですね、オーストラリアのことではなく、アイルランドのことについてお話ししたいと思います。イエーイ！ちょうどハロウィンも過ぎてしまったんですけれども、ハロウィン発祥の地でございますね。アイルランド皆さんどこにあるかご存知ですか？イギリスの地図上だとイギリスの横にある小さなところですね。アイルランド自体は面積は多分日本だと北海道ぐらいの面積しかない、小さな国ではありますけれど、いいところですよ。でですね、なんで今日アイルランドのことについてお話しするかというと、一番最初の自己紹介の動画の時に、ちょろっとお話ししたんですけれども、1年間私ワーキングホリデーでアイルランドにおりました。首都のダブリンでそうですね、生活していましたね。結構いろいろ楽しかったです結構いろいろ楽しかったですってなんだろう考えてらっしゃる方、まず私が個人的に言ってこれやっといた方がいいなってことがあったので、それを今日はご紹介しようと思います。そうですね、結構アイルランドにワーキングホリデーで行く方っていうのはイギリスを狙ってる方が多いと思うんですね。イギリスは抽選ですので結構イギリス当たらなかった方がワーキングホリデーどうしようかな、アイルランド行ってみようかなってワーキングホリデーの実際のE メールとかでもなんかイギリスがダメだったらアイルランドねみたいな、そういうメールいただいてって思ったんですけれども、理由は何であれ興味あるのはいいことだと思うので、ぜひぜひ私個人としてはすごく楽しんだのでおすすめです。アイルランドはですね、一応公用語としてゲール語という、言語があるんですが、今もうお話しする方はほとんどいらっしゃらないです。お若い方でも年齢がちょっと上の方でも年上の方でももう話さないぐらい、もうほとんど話してないみたいですね。ちょっと田舎の方に行くと結構そのゲール語をたくさん話す土地があるというのは伺ったんですけれども、ちょっとどこか忘れてしまいましたごめんなさい、ですので、アイルランドはもうほぼ英語が公用語です。ただアイリッシュの英語ってなんだっけ、一番なんかセクシーなアクセントの一つだと言われているアクセントなんですね。私もそうだと思います。というか可愛いと思います皆さんアイリッシュの方結構早口の方多いです。なので最初はちょっと戸惑うと思うんですけれども、特に日本だとアメリカの英語がすごくいろんなところから聞こえてくるので、そういうのに慣れてるとちょっとってなるかもしれませんが大丈夫です。すぐ慣れます。まずアイルランドに着いたらしなければいけないことが外国人登録ですね。GNIB という場所がございまして、ダブリンの方に、もし行かれる方はダブリンにシティの方にございますので、そちらに、事前にオンラインで予約をして行かなければいけません。オンラインで予約をして、ね、忘れてはいけないのが GNIB 行くときに、もちろんパスポートと、あとワーキングホリデーの証明書あるじゃないですか。それのPDF ファイルと、一応できればコピーもプリントアウトもしていった方がいいと思います、個人的には。と、あとカードですね。クレジットカードもしくはデビットカードで、登録料というものを支払わなければいけません。で確か私が去年は確か200ユーロだったと思うんですけれども、今は300に変わっているそうです。300ユーロちょっと高いですよね。外国人登録しなければいけないので、そこで証明写真、顔写真とかも撮りますし、あとフィンガープリント、指紋も撮られるので変な顔しない結構残りますからね、カードで。なのでにこやかに撮っておいた方が後々いいと思います1日は潰れないと思いますけれども、 3,4 時間は待つ覚悟で行った方がいいと思います。その後に観光ですとかデートとかそういう予定は入れない方がいいです。すぐ後には何時間かかるかわからないので、結構ゆったりしてらっしゃいますからね、皆さん2つ目が PPS ナンバー、日本でいうマイナンバーみたいなものですかね。
っていうのを労働者番号って言えばいいんですかね、そういうものを取らなくてはいけなくて、そちらもオンラインで予約をしなければいけません。そちらもダブリンのシティの方にございますので、パーネルストリートだったかな、パーネルストリートという、大きな通りがあるんですけれども、そちらの方にあるので、そちらでご登録と、あと顔写真も撮ることになります。もしアイルランドにワーキングホリデーで行ってお仕事をしたい方っていうのは、最初の1週間でそういった書類関係のことを全て終わらせることをお勧めいたします。やっぱり働き始めてすぐにちょっとこの書類を出しに行かなきゃいけなくてお休みくださいっていうのはちょっと心苦しいですよね。なので最初にお仕事探しとかされる前にも全部そういうことを終わらせて、やった方がいいと思います。PPS ナンバーは、2回オンライン予約が必要なんですね。最初の登録の時と、あとカード発行というので2回でちょっと分かれているので、そちらを別々で予約をする形になります。なので一応私は最初の1週間はそういう書類関係のこと、あとお家探しも多分今すごく大変なことになってるんですね。すみません、マイクが壊れてしまって、一応この後動画を撮っていたんですけれども、ちょっと音が聞こえない状態でしたので、ここからはボイスオーバーという形になります。画像と声が口が合ってないとは思いますが、こちらでボイスオーバーアフレコという形で今回はご提供させていただきます。それではどうぞ。本日は当チャンネルにお越しいただきまして誠にありがとうございます。ワーキングホリデーでアイルランドへおいでのお客様にご案内いたします。海外でのお仕事が始まった際、期待と不安で胸の鼓動が高鳴る中、まず一番に注意をしていただきたいのが税金のステータスでございます。お給料いただくときにペイスリップ、明細書をいただきますが、そちらのステータスが E もしくはW であった場合、レベニューというウェブサイトで登録をし、税金のステータスを変更しなくてはなりません。でなければ、通常以上に税金を支払うことになり、お給料の半分を払っていたなんてことにもなりかねませんので、十分に気を配っておきましょう。そしてもう一つ、お住まいを探すことがとても大事でしょう。アイルランドでは現在、住宅が少ないということがニュースに出るほど深刻な問題になっております。そのため、ハウスシェアなどは競争率が高く、住宅探しイコールオーディションを受けるかのような感覚でいた方が、現地に着いた際には慌てることなく対処ができるかと存じます。探し方などについては次回の動画で詳しくお話しいたします。皆様、本日も当チャンネルにお越しいただきまして誠にありがとうございました。つきましては、ブラウザを閉じる前にこの動画を高く評価し、しないよりする後悔、チャンネル登録もどうぞごひいきによろしくお願い申し上げます。皆様が素敵な一日を送られますよう心より願っております。それではまた次回の動画でお会いいたしましょう。さようなら。